そんなかくれんぼ。森林限界を超えてガレ場で、食事を楽しむレースでもあるかもしれない。めっちゃ追っかけてきました滑落して怪我するリスクはスイスピークスの方が高いです。スイスピークスというスイスで行われた、累積標距離が360キロで累積が2万7000メーター、そんなレースをやってきました。結果から言うと準優勝という形でトップ10ぐらいに入れればいいなと思ってたレベルの高いレースだったんですけれども、準優勝という形で、終えることができました。どういうきっかけでどういう流れで出ることになったんですか？トルデジアンっていう、イタリアの大会があって、その大会でちょっとあんまりうまい試合運びができない上にレースが中断になってしまったんですね。ちょっとこうしたらいいな、ああしたらよかったなっていうのがあって、よし来年はいい試合運びをしようと思ってたら、わざわざ別にトルデジアンじゃなくてもスイスでなんかすごいいい大会があるっていうので申し込んだっていうのがきっかけですね。結局でもその年は別の UTMB かなのレース出ることになって、行けなくなってちょっと引き延ばしになって、ようやく今年行くチャンスがあって、僕が出たその5年ぐらい前のトルデジアンと今のスイスピークスのレベルでいうとスイスピークスのはレベル高いし、選手としてはトルデグラシエかで優勝してるルカ・パク選手とか、その時2位だった、リチャード・ビクトー選手、クロッシングスイスそうで、優勝ということで、そうかなり注目されてたんじゃないですか？注目はねされてましたね。そもそも日本人っていうのが珍しいから、そこで注目がされていて、司会の人とかにいじられたり。Aren't you tired? You did a big race before. Now, how are you? Yeah, it's okay because it's not so sprint. Yeah, it's a slowly. Yeah, it's long journey. Yeah, just enjoy. Yeah. スイスとかヨーロッパの選手たちから見たら、第1回のクロッシングスイス誰が勝つんだろうって結構みんな注目してて、ある意味誰だみたいな、リードが当たるって何者だみたいな、そういう感じがあったんじゃないかな。そうですね、知らない選手が多かったと思うんですよね。前半はどんな感じで進んだんですか？前半は相変わらず飛ばす選手が何人かいたりしてまたこの人たち落ちんじゃねえかなと思って見ながら、最近はよく慣れましたね。もう慌ててついていこうと思わず、自分のペースでいこうって。前半の経過を見ると20位から23位ぐらいの間で前半は進んでいる感じですね。そうですね、半分ぐらいは途中どっかで捕まるんだろうと思って、大体抜かす時って走ってる時とかいうよりも映像の休む時間がみんな長いんですよ。飛ばしてって映像で走ってる最中に抜くっていうことよりも映像でいつの間にか抜かしているパターンが多くて、映像は出るたびに自分の順位を見た時に上がってるっていうのは結構面白いですね。見てると嬉しいですね。迷うようなことは全然なかったですか？何箇所かありましたね。GPX でデータ前もって送られるじゃないですか。時々あるのがその GPS と GPX データとフラッグが違う時があるんですよね。僕は GPX の方を信じるんですね。今回フラッグの方が正しいことが何箇所かあって、ちょっと危険な場所にあって、今もだいぶ怪我治ったんですけど、 GPX を信じたことで変なところに行って怪我したところっていうのが何箇所かありました。ちょっとプチ滑落というか。そう
でもそんなに全部合わせても30分ロストしたかどうかぐらい。累積はほぼ似たような感じなんですけど、危険さ、滑落して怪我するリスクはスイスピークスの方が高いです。スイスピークスって言ってるぐらいなんで、どの山もやっぱピーク行くんですね。ピークになればなるほど森林限界を超えてガレ場で尖ってます、尖ってる一個一個の岩とか石とか手を使ったりするようなそうところも多い感じですか？多いですね。360キロのうちで300キロぐらいがそういう感じですね。最後の60キロぐらいになると少しなだらかとようやく走れる最後の最後だけ。そうこの大会の、結構頻繁にエイドがあるみたいですけど、ライフベースとかのご飯とかはどんなものが出るんですか？これかなりゴージャスでしたよ。これね、トルデジアンよりゴージャスです、間違いなく。トルデジアンもでも結構そこそこ、パスタとかリゾットとか。じゃあイタリアとスイスってやっぱ違うのかな、やっぱスイスなんで、ラクレットチーズが温かいとろけるチーズのラクレット、そうですね。お肉の照り焼きになんかピラフ、大きなステーキ、結構肉が出るんですね。そうですね。なんかニョッキか。ニョッキもある。ニョッキサラダ。すごい。めっちゃいいですね。なんかすごい出たくなってきた。あれはね、そう食事を楽しむレースでもあるかもしれない。いいですね。それちょっと楽しそうですね。じゃあもうほぼエイドのご飯で進んだ感じですか？そうですね。じゃあ持ってったなんかカレー飯とかフォーとかあるんですけど、あんまり食べなかった。半分にしましたね。そっちが食べたいからそっち食べたい。ここではこういうなんかゴージャスなの出るよとか言わないのに普通に出てくる。普通にね、そうなんですよ。これ結構ポイント高いと思いますね。いや、それ高いですよ。肉も出るし、あとなんかフルーツもなんかいろいろ豊富にありましたね。当然ね、オレンジあるし、あとスイカあるし、あとブドウとか、あれジェネピー置いてありましたね。ジェネピーが置いてある。誰よと思って。22時間ぐらい走ったあたりからトップ10以内に入ってきた感じになってますね。約40時間ぐらいのあたりから5位ぐらいに上がってます。初めやっぱりみんな飛ばしてから自分の体力疲労が残ってるのかなって一瞬ちょっと思いましたけど、でも中盤ぐらいになるにつれ周りもやっぱり落ちてきてるし、いつものパターンかな。走ったペースは多分そういう選手たちそんな変わらないのかもしれないですけど、エイドワークが短く手短に終わらせてすぐ出発したっていうのがありますね。みんなやっぱ家族とかなんかお友達とか来てサポートするとゆっくりしちゃってるんですよ。なるほど。逆にね、逆にサポートでこう足かせで安心しちゃってリラックスしちゃって。結構じゃあトップの方でサポートなしで行ってたのはもしかしたら飯野さんぐらいかもしれない。かもしれないですね。4つ目かな、もうライフベースであまりにも一人でポツンっているんで、なんかそれを見かねたなんか可愛いボランティアの子が話しかけてくれて、ずっと話して、これはまずいと思っていろんな意味のまずい。それはチャンスじゃないんですよ。チャンスだけど、これはちょっと出ていきたくなくなる。ソニアちゃん、ほっとけないタイプ。学生の時からそうだった。かわいそうだな。かわいそうだと思われて、哀れにいじめられっ子に見えた。このレースでは6時間寝るって決めてたんで。トータル1回目の、エイドと2回目のやっぱりパスして、パスって寝ないで、食事だけして出てって3つ目のところのライフベースでやっと寝たかな。1時間寝ました。予定通り。あとは次のエイドに着いた時に、前との感覚がほとんど変わってなかったんですね。で
このままだと変化あんまりないなと思って、本当は寝る予定だったんですけど、寝るのをやめたんですよ。進んでいくうちに天候が荒れるっていう予報でレースが中断になったんですよ。で2時間中断になって、もうそれもどうしようもないからその間寝たんですね。それが50分ぐらい寝たんですよ。で少しすっきりしたんで、その後しばらくは眠くなかったんですね。それ以降はどっかで寝るってことはなかったですね。全部外でちょこちょこって寝た。短時間で、そうでないともう前に全然追いつかないんですね。前に4人いる頃はまずトップがやっぱり数時間、もう3時間ぐらい前にいて、4時間ぐらい前かで、2位もまあそれの僕よりまだ2時間半とかそんぐらい前にいて、それはもうちょっと追いつかないなと思って3位狙いかと思って、その時自分5位で、そしたら4番目と3番目をこう抜かさないといけないんですけど、そこの距離が割と1時間以内ぐらいにいたんで、この4位と3位の選手はなんとか捕まえられるかなと思ったんですけど、これがなかなか見つからなくてしぶとかったですね。で300キロぐらいの地点ぐらいでようやく見つかって、一番その後ろ4番目の選手がやっと出てきた。背中を見ることができて、あ、来たと思ってたんですけど、でもなかなか彼もこう休まないというか、どんどん先に行くフランス人の選手なんで、僕のより先に映像を出て先に行くんですけど、でも先行くと寝てるんですよ地面で。びっくりしてちょうど僕、それ誰だっけな、丹羽さんと電話してて、僕もやっぱ結構もう寝ないって決めたんですけど、疲労がその分溜まってくるんで眠くなってきて、で丹羽さんとちょっと電話してて、そしたら電話してる最中に目の前、なんかもう幻覚だと思って、なんか前になんか倒れてる人がいるんだよって言ったら、本当に本人で人間で幻覚じゃなくて、僕は通り過ぎて目覚めて、でまた僕抜いて先行って、でしばらく行くとまた寝てるんですよ先で。あ、ずるいなと思って、まあ、俺にさえ抜かれなければいいペースで行ってるんですけど、それがね40キロぐらい続いてましたね。30キロぐらい続いてますね。そうで、彼を潰すには彼をペースアップさせるしかないと、寝かせない方法しかないと。僕は先に走って彼の視界から消えて、さっと木陰に隠れてきましたそしたら彼はそう俺を追いかけたつもりだけど、前に行けろ俺いないぞっつって、でちょっとした山のピークがあって、僕は後ろからへこへこついていくんですけど、彼がキョロキョロしてるんですよあ、俺探してんだあいつの方行ったんだあれ、時々振り返るんですけど、あ、振り返りそうだなと思ったら隠れ何をやってんだよおっさんのかくれんぼ360キロかけてかくれんぼしてるみたいな。そしたら彼はもう俺が前にいると思ってどんどんスピードを上げていって前の選手を見つけたんですよ。でそれはまた別のイタリア人の選手で、前にいるフランス人の選手がイタリア人の選手に話しかけたりしてて、話してるんですよ。あ、多分あいつの見なかったかって話をしてんじゃねえかな。ジャポネを見なかった。そしたらそう後ろからそう話してる隙に後ろからスーって見えてきました。お前後ろにいた。飯野さん的にはもう両方一気に捕まえることができたから一石二鳥だったわけです。そうですね。たまたまその3位のイタリア人はちょっとバテてて、でフランス人の選手はまあスピード上げたもんでそれはそれでバテてた。でちょうどそのラスト60キロって割とこう走れるコースでやっと自分のフィールドに来たと、それもあってあとはもう走力だってなって、でまあ今のうち抜かしといても多分いけるだろうと思って2人同時に今とりあえず抜かして、
その時は結構必死で追っかけてきたんですか？めっちゃ追っかけてきましたすんげえ形相で追っかけてましたそりゃそうだ、360キロのラスト60キロでまんまとかくれんぼのジャポーネに抜かれたらたまらんとそうですねそう